朝飯も食べてちょっと休憩もしましたので、再び走ろうと思います。湖岸沿いを走って北上していこうかなと。いけるか、こっちか。こっちは行けるんだな。おお、こっちは行けるね。これは夏の間は海の家的な感じかな。砂があいにくの曇りです。でも鮎はちょっと寄ってないかな、まだ。鮎がね、産卵のために接岸してくると思う。この流入河川とかね、ちょっとした水路、ちっちゃな川というか水路のところでも黒くなるんだよな、鮎で。ちょっとそれを GoPro で撮ったらどうなるかなと思って来てみたんだけども、鮎はまだ接岸してない感じだな。ここ右行くか。鳥はおるけどいないね。まだ接岸しておりません。おらんな。残念。めっちゃおるじゃん。めっちゃおるじゃん。外国人もおる。まだ暑いでか。降水浴楽しんどる。まだ営業しとるで。おっと、ウェーディングしてますよ。あれ、こんなんだったかな。なんだおい、めっちゃカヌー。すんげえいっぱい人が。湖の中に立っとる鳥居に向けて写真を撮っとったな。私は思いっきりスルーしましたけど。うわ、何これ。どんだけおんだよこれ。忘れたけど、ボードの上に立ってパドリングするやつ。気温31度。まあ夏のね、真夏のピークは過ぎたとはいえ、止まると暑いんだよな。走っとる分にはフルメッシュなんで、そんな暑いっていう感じはないけど、止まるとじわーっと暑さが。雑草むしっとるおっちゃんのシャツももうびっちゃびちゃになっとったな今。なんだこれ。ドームが宿泊施設かな。あんな温室みたいなところで泊まるんかな。
子やん。親子かな。自転車でツーリング、サイクリングか。おう、ちょっと風が気持ちいいな。琵琶湖からの風が。観光船乗り場か、竹生島への。こういった砂利道でもフォルツァ問題ございませんよ。もちろんスピードは出せませんが。特に今日は景色のいいところを走っとるわけじゃないんだが、道として楽しいところを走っとるわけじゃないんだが、なんか今日は走り続けられるな。琵琶湖、奥琵琶湖でございます。奥琵琶湖、釣りしとる人がいますね。でもこの辺はあれだね、程よく右へ左へカーブがあるからまだいいかな。ソフトクリーム食いて。ジェットスキーでいいんだよな、この水上バイク。二本松キャンプ水泳場。ようけおるわ。今日の朝は釣り人見ると釣りしたいって思ったのに、今は何とも思わんな。なんでだろう。この辺気持ちいいな。湖見えて。GoPro Hero 12 1080p60 フレーム。バッテリーを入れたまんま、モバイルバッテリーで給電しながらずっと撮影してたんですけど、1時間57分。まだまだ全然いけそうですね。それほど熱くもなってないんで。でも 4K の60フレームだと給電しながらどうなんだろうな。データの容量が多くなるのも嫌だしなと思って 4K ではめったに取らんだよな。あとパソコンがそんなにスペック高くないんで、編集するときに重い。もうついちゃった。楽しいね。こっち側からはあん
ま見たこと、あんまというか一度も見たことねえでな。うん。見晴らしはいいっすよ。琵琶湖が見えます。引くか。そうだ、今回ヒーロー12はもともと買う予定はなかったんだよね。買うつもりなかったから、オズモアクション4を買ったってのもあったんだけど、オズモアクション4が一つちょっと気に入らない部分があって、アップデートで治るならいいんだけど、水平維持が乱れる。水平維持がね、効かなくなる時があるんだよね。特にね、こうやってカーブを曲がった時にグワーンってね傾くんだよ。水平が維持できなくなって、でまた水平に戻るまでにちょっと時間がかかる。水平維持を使わない人にとったら別にどうってことないのかもしれんけど、僕は水平維持常にオンにして使いたいので、なんかね気持ち悪いんだよ、水平が乱れると。そんなこともあってですね、ヒーロー12買う予定はなかったんですけれど、急遽買ってしまいました。今日は十分走ったので、そろそろ帰りたいと思います。ではこの辺で。